来ました来ましたこんばんは、 SBFJ 利根川です。圏央道に乗ってすぐ勝負パーキングで晩ご飯のガンジャラーメン大盛りをお腹に収め、関越道で群馬を通り過ぎ、上信越道で長野入り、東武湯の丸で休憩をしたら信濃町インターで降りまして、今年もやってきました野尻湖へ。23時に到着したので仮眠して朝を迎えてから遊漁券を購入。釣り台を準備していきましょう。釣り台完成。野尻湖の美味しい水をバケツで確保。餌を作るところもしっかり撮影しましたが、ブレンドに皆さん興味はないでしょうから早送りです。もし興味のある方がいたら去年の動画をご覧ください。ってことで、じゃあ私も一発目やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ります。いつもあそこに大丈夫だよ。いいですか。この場所は野尻湖漁協の事務所前、通称電九郎。動画とか写真ではかなり広く見えますが、意外と狭いので利根川は怯えています。ちなみに電九郎という名前は後ろを流れている水路から、池田電九郎という方が開削、水路を掘ったから電九郎水路ってな話はさておき、魚が入るまではバス釣りでもしてという話だったんですが、5月を待たずして鯉が入ってきちゃったんですよ。もちろんその後ろにはヘラブナもついていました。なんだか花粉が出るのでベポタスチン花粉の薬を飲みます。ある程度餌を投入したら床休め。これは休憩後の一投です。ちなみに竿は8メートルでシマノの竿。無風ならともかく強風では釣りにならないので本流用の竿を使っています。ちなみにお借りしたものです。なんにも浮きに反応がないまま時刻は11時前。会話をしながら浮きを眺めていると、地元のおっちゃんが竿を曲げました。私は8メートル、隣の三浦さんは9メートル、地元のおっちゃんは10メートルの竿を使っています。誰も浮きに反応がなかったので食っていたら励みになりますね。果たして結果は、しっかり食っていました。サイズは51センチ。50紙が出てから間髪入れずに隣の三浦さんが竿を曲げました。でも上がってきた魚を見てびっくり。黒いマブですね。すごいな。鯉が入ってるような、なんか口バスみたいですよ。歴戦のつわもの感がある船。2人ともほぼ同時に竿が曲がったので、次は私のところまで魚が回ってきちゃうかと思いましたが、残念ながら回遊は来ませんでした。あっという間に一日が終わってしまったので、1年ぶりの一茶でワカサギ定食最後の在庫をいただきます。正直それも人数分のワカサギはなかったので、唐揚げとワカサギが半々ずつというメニューで対応していただきました。ごちそうさまでした。泊まる場所はこれまた1年ぶりの船宿吉野家。築50年とのことですが、懐かしい雰囲気でおばあちゃんの家を思い出します。パソコン開いて動画ファイルを転送。おはようございます。本日野尻湖2日目、朝4時に動画が転送されていなくてめちゃくちゃ焦りました。2日目始めていきます。よろしくお願いします。本日雲一つない晴天です。三浦さんはもう餌を打っています。
今日もここからここぐらいのこの辺を狙っていきます。コンパクトタオル給水。よし、はいっと、ゴミは必ず持ち帰りましょう。2日目はちょっと寒かったのでダウンジャケットを装備しました。1投目よろしくお願いします。でも実はこれテイク2、2投目です。竿が長いのでコントロールが定まりません。テイク2なだけはあっていいところに入ってます。今日の朝食は前の日の夜に買っておいたコロッケパンを食べ、お昼にお弁当を食べました。そしてお弁当を食べました。言い間違いではありません。あそこら辺に浮いてる白いゴミ何かわかるでしょうか。おそらくですけどボウフラが成虫になった抜け殻だと思われます。近くで見るとゾッとします。はい、本日の釣り終了。もちろん朝から夕方までやっていましたが誰も釣れませんでした。そういう日もあります。そして長野から新潟に抜ける道でまさかの生き物に遭遇。お分かりでしょうか。猿です、猿。マンキー。今日もお風呂に入って晩ご飯は一茶でカツカレー。3日目、朝日が昇っております。今日は釣れるのか。3日目です。よろしくお願いします。3日目ともなると普段使っていない腕の筋肉がちょっと辛いです。そこまで回数は投げるわけではありませんが朝から夕方までみっちり釣りをしています。動画を見ている方にまで苦労を味わってもらうことはないのでペペーンとスキップしていますが、実際釣れなくて結構胃が痛いです。だがしかしこの日は1投目から反応があってめちゃくちゃテンション上がります。外れてしまいました。でも仕掛けを回収して納得。針に鱗がついていたので糸ずれ、いわゆるスレというやつでしょう。その正体はおそらく鯉。なんせ今年は鯉が多く大群が足元を優雅に過ぎ去ります。その2時間後、宮城の三浦さんもヒット。初日はマブナを釣っていましたが果たして今回はしっかりヘラブナでした。さらにサイズも悪くない様子。 49.5 センチくらいありましたが今撮影している間にキュッと縮んで49センチになっちゃいました。利根川からすれば間違いなくキョベラなんですが地元のおっちゃんと宮城の三浦さんは50紙を狙っているので残念そう。でも私は50紙でもなくていいのでヘラブナが釣りたい。とりあえずおめでとうございます。風が強くなってきたのでナス型の重りを2号から 2.5 号にサイズアップしたりお弁当をいただいたりしましたがようやく利根川もちゃんとヒットいたします。1投目から浮きに動きがあってめちゃくちゃテンション上がるとか言いましたが時刻はすでに15時25分。竿を出して9時間が経過しております。2日目なんかはどっかで空振りをしていたはずなんですが動画ファイルが膨大すぎて追えません。なのでいいとこ取りです。さて間もなくヒット。グリーンの方がいいですか。はい。擬態するというか分かりなんだ
そうですね。はやですかね。竿をこう立てないようにね。当たってない。竿立てると俺も出るから。すみません、お願いします。とりあえず作っちゃった方がいい。うぐいー。ここでいいですか。はい。どてっぱらです。出っ張るうぐい。今年も長野の黒岩さんに大変お世話になっております。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。でもあれですよね、取りますから。うぐいしゃくはん。やった。3日目にして初めて来た魚。でもうちょっと前へ手を出していただければ、ああいいですね。うぐいっはい、OK と。ありがとうございで。ますす。よいしょ。よいしょ。3日目は暗くなるまでみっちりやっていましたが、ヘラブナは出ませんでした。4日目、何にも反応がないままお昼ご飯、見どころなし。そうそう、初日から鯉が大はたきしていたんですが、こんな感じで暴れ回っているので怖い怖い。本来ならこの時期は水が全然ないので今年は異常です。でもそんな中、ついに本命が来ます。なのでようやくタックル紹介。竿はシマノスーパーゲームベイシス8メートルの本流竿。ドボンで餌を投げ入れてから竿を引くので、道糸は結構斜めになっていると思います。その道糸はナイロン 3.5 号。キョベラでも耐えられる仕掛けです。浮きは極太のボディ、直径 10mm の長さ 10cm、トップは 2.5mm を使っていますが、3日目の重りを変えるまでは 3mm のトップを使っていました。同時に変えてはいますが、何か意図があったわけではなく、風に負けないよう重りを重くしたついでに当たりが全然もらえていないので、トップを少し細くしたのが同時だったという感じです。ここで釣りをするときは長竿じゃないと勝負にならなくて、竿が私の場合は8メートルに仕掛けが8メートル、水深は1メートルもないので、浮きまで約15メートル離れていることになります。なのでトップが太くないともう見えません。だから太くなっちゃう。外通しドボンの重りはナス型 2.5 号なので 9.37g。 針は廃盤になっているガマカツのコイスレ13号。ハリスは2号。ダイワのスペクトロンアルファです。利根川が大型用に買っている針はドヒトミのコイカクスレを使っています。でも今回使用している針がガマカツ製なのは、去年ハリスケースごと地元のおっちゃんからいただいたのでガマカツ製です。勢い余って指先に刺さったり、あえて指先に刺してみるとガマカツ製の方が少しだけ刺さりがいい気がします。今回使っているサイズは13号ですが、基本的にそこら辺の大型狙いの時は11号、12号を使うことが多いです。さてさて、今回はどんな当たりなのでしょうか。来ましたー。来ましたー。これやだ、ちょっと待ってね。ゆっくりでいいからね。いいっすよ、いいっすよ。
これはずいぶんちっちゃいなっつって。でっかいんじゃない？あ、対抗だけのパターンですかこれ。でも今年はなんか余裕がありますね。あ、お作りになっちゃってる。長さないですね。あります？あ、ない。全然ない。4八。いや、いい4八だよ。いい4八ですね。太鼓これで手のひらこれよりやりますからね。これあると思ったな。はあ。自分でくれ。ほら、味方なかったんだ。あ、48。40。あ、8ですね。一応。48。これで撮ってるからボッコボコ。ボッコボコ。ごめんよ。だって太鼓20センチあるもんな。よし。2.88。2.9。この子に重っ。2.9キロあるの。50じゃ4キロ。ああ、そうですね。ありがとうございます。よいけよいけよいけ。やったー。おめでとうございました。ありがとうございます。そんな感じですね。ありがとうございます。よかったですね。50ではないですけど、48太鼓あっていい匂いです。ありがとうございます。50以上になって帰ってきてね。そうですね。よいしょ。バイバイ。まだいる。まだいる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。去年ここで釣りをして1日目に50紙が釣れてしまいましたが、今年は4日目で48センチ。いかに去年幸運だったのか思い知らされました。去年の動画もよかったらご覧ください。そして今年は魚の入ってくる時期が早すぎたので、対岸個人所有の桟橋にボートがありませんでした。ここで今そのボートがやってまいりました。実は初日こんなことがありました。ここは私有地です。ここから私有地です。正確にはそこからもう私有地なので、本当は立ち入り禁止です。今回特別に許可をいただいているので撮影させていただいてます。すいません、お邪魔します。お願いします。下に餌がなんとなく見えますが、意外と濁ってるのと魚も意外と映りません。夕方5時43分 SD カードがいっぱいになってしまいました。残念ながら2個目とはいきませんでした。夕方軽いもやが出ていい感じだったんですが、夜は新潟県妙高市の竹内というお店で晩ご飯。またどこでも食える唐揚げ食っちゃった。5月になりました。今月もよろしくお願いいたします。昨日の夜から雨が降っていたので、今日は朝から霧が出ています。4日目まではそれほど冷え込んでいませんでしたが、今朝から厳しい環境になりました。地元のおっちゃん曰く、霧が出ている日は悪くないとのことですから、期待に胸が膨らみます。前日に48センチを釣ったので、サイズアップを目指したいところ。浮き輪というともやがかかっていますが、まあ普通に見えます。でもまさか1投目で浮きが動いちゃうとは思いませんでした。
1投目すっぽ抜けか。すれていたのか分かりませんが、残念ながらすっぽ抜け。朝から霧雨が降って服がびちゃびちゃになった頃、1時間が経ったくらいの6時半、霧雨が雨粒に進化してしまいました。寒い、非常に寒い。道具も濡れてしまうのでがっちりガードします。その後もそれほど反応はなく、別のポイントに移動したりもしましたが、とりあえずそれはまた別の動画、次の動画として結果何もなく5日目が終了しました。今日も一茶はお休みだったので、昨日と同じお店でチャーハンを食べ、アルペンブリックスパで泥の温泉に浸かって癒されました。夜吉野家へ戻ると、初めて見る形の暖房器具が部屋にある。おそらく私と似たような年齢のセラミックヒーターでしょうか。冷え込みが激しいので助かりました。あったかかったです。初日から薄い峠の力餅を食べて活力を入れましたが、ここまで5日間頑張りました。早朝から夕方といっても早めに上がる日もあれば、暗くなるまでやった日もあったので、日が伸びた今となっては長くやった日で14時間くらいでしょうか。そう、お詫びを忘れてました。先週の動画が更新できず申し訳ありませんでした。というのも、急遽野尻湖の遠征が入り、まだ動画になっていない翌日も含め6日間釣りをしていたので、動画投稿ができませんでした。告知が遅くなりまして重ね重ねにはなりますが、申し訳ありませんでした。決して倒れたり病気になったわけではございませんので、ご安心ください。健康面までご心配いただきまして本当にありがとうございます。ということで、動画の視聴回数累計で1500万回を超えましたので、お祝いの評価ボタン押していってください。よろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。